おはようございます。たかしです。本日は3月1日金曜日、ただいま9時57分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。ではまずポンド円の冷やしからなんですが、昨日はドル円の下落に引っ張られて、ポンド円も下落してきた形。ただし今までこの GMMA の青帯ありますよね。冷やしの GMMA の青帯との乖離がありましたので、そこをようやく埋めに来た形ですね。もうちょっと青帯まで届いてませんので、本日もう一段下落する可能性はあります。ストキャスティクスも下落中、マクディも弱くなってますので、もう一段下落してもおかしくないかなと、この白い水平線 188.6 ぐらいまでは下落してもおかしくないんですが、そこからは今までこれ日足では上昇トレンド中ですよね。ですので今はその上昇トレンドの押しをつけに来た調整の下落をして、そこから次の日足の上昇に入っていくのかなという、そういうところです。もちろんこのまま日足の GMMA の青帯を下抜けるような動きになってくるかもしれませんが、その場合は186円とか185円を目指して下落していくと思いますが、現時点では一旦の反発上昇を見ておきたいですね。では4時間足です。昨日の下落で4時間足の GMMA の青帯の下に入ってきました。ということはここからは少し上値が重くなりそうですね。先ほど日足で言っていたラインがここですので、この辺りまで下落してきてもおかしくない。188.6 ぐらいまで下落してくると日足の GMMA にも接触してきますので、そこからは反発を一旦考えたいんですが、今上昇してますけれども GMMA の青帯の下に潜り込んでますので、 GMMA の青帯に接触する付近、この辺ですね、ちょうどオレンジの水平線がありますが、190円付近は上値が重くなり、そこから再び下落して昨日の安値を下回るのか、それともそのまま GMMA の青帯を上抜けていくのかっていうところに注目です。4時間足ストキャスティクスは安値圏にありますね。ただストキャスティクスあまり綺麗な動きをしてませんので、ちょっとここから上昇できるのかどうかっていうのは懐疑的ですし、日足のインジケーターを見ているともう一段の下落も考えられますので、その辺も考慮に入れつつ、現在は昨日の下落に対する反発の上昇が起こってますが、190円付近からは再び下落しやすくなりますので、その辺でのプライスアクションに注目ですね。では1時間足です。1時間足は綺麗に下落トレンドを作っております。GMMA の青帯下向きですので、今その辺付近にありますが、ここを突破できるかどうかですね。ここを抜けられないようですと、この下落トレンドが継続しますので、昨日の安値付近までの下落、もしくはもう少し下、先ほどの 188.6 付近、この白い水平線付近まで下落すると考えます。今日は朝から強く上昇してますが、これがどこまで続くのかですね。直近の戻り高値の190円付近で折り返すのか、それともそこを上抜けてくるのかっていうところに注目です。ストキャスティクスはそろそろ高値圏に来ますので、そろそろ一旦の下落は見ておきたいですね。では次はドル円の冷やしです。こちらも同じくポンド円と一緒なんですが、 GMMA の青帯に接触するような動き、つまり冷やしの上昇トレンド中の調整の下落をしてきた。そして昨日は長い下髭になってますので、ここから本日は上昇していけるのかっていうところですね。こちらも同じくですが、 GMMA の青帯ちょっと接触はしてませんので、もう一回下落してくる可能性も考えておきたい。ストキャスティクスは高値圏から一応デッドクロス、マクディも少し弱いので、基本は上値が重くなるとは考えますが、今朝方から結構強めに上昇してますので、この上昇がどこまで続くのかを見ておきたいですね。もちろんこの日足の今上昇トレンド中ですので、昨日押しをつけてきて本日そこから上昇していくということも考えられます。そして現在上昇のターゲットは152円付近ですね。その辺付近まではどこかのタイミングで上げてくると思います。では4時間足です。4時間足黄色のボックスを描いてましたが、昨日はそこを下抜け、ただしローソク足の実体部分っていうのがちょうど綺麗にレンジの加減で止められてますよね。そこから本日は反発してきております。今 GMMA の青帯の下に潜り込んできましたので、基本は上値が重くなるんですが、ストキャスティクス綺麗に上昇中ですよね。このまま上抜けていくかもしれません。その場合はまたボックスの上限付近151円付近を目指して上昇していくと考えますので、まずはこの GMMA の青帯でレジスタンスされるのか、ここを上抜けてくるのかというところにまずは注目。上抜け
けてくれば黄色のボックス上限、そしてそこを抜けてくれば先ほど言ってました152円付近というこの白い水平線を目指して上昇していくと考えます。基本は昨日のこの下落ボックスを下抜けてますが、ヒゲで返されてますので、まだこのボックスを上抜け下抜けしていないという状態ですので、現在はボックス下限からの上昇ですので、再び上限に来ればそこからは下落しやすくなりますし、上抜ければそれについていくという考え方でいいと思います。では1時間足です。1時間足はポンド円と同じ感じ GMMA の青帯に接触するところにあったんですが、結構今上昇強くてそこを上抜けてきてますね。ストキャスティクスは高値圏にあるので、ちょっとここからどうなるかっていうところですが、まずはここから今 GMMA の青帯上抜けてきているので、まずはこの GMMA の青帯でサポートされるところみたいですね。ですのでここからちょっと上昇したとしても、一度押しをつける GMMA の青帯がこんな感じでだんだん上向きになってきますので、そこに押しをつけて再上昇していくっていう、こんなイメージを持っておきたいです。もちろんこのままスルスルっと上がっていく可能性もあります。昨日の下落ストンと落ちてますので、ここ節目がないんですね。ですのでこのままスルスルっと上昇していく可能性もあるので、その場合は 150.6 付近まで上げてくるかもしれません。ただ基本的な考え方としては、今 GMMA の青帯を上抜けてきたので、そこで一旦押しをつける GMMA の青帯にサポートされる動きですね。こんな感じで青帯が動いてくると思いますので、そこにサポートされて上昇するような動きをイメージしておくといいと思います。もちろんこのままスルスルっと上げてきた場合は買い足でそこに乗っていってもいいんですけれども、基本は買い足であってもいいので押しを待つということが大切です。そしてようやく3月に入りまして、2月月末はトレードを控えましょうという話はしてましたが、3月に入ったのでここからまたトレード再開していってもいいと思いますが、まずは今日金曜日ですし、今夜の ISM 製造業景況指数なんかもありますので、その辺の動きを見てからそこについていく形でもいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。今週の週末動画は昨日月足が確定しましたので、その月足分析になります。月足分析は毎月1回投稿してますが、かなり人気の動画ですので、よければぜひご覧ください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。